ほな今回も質問いくで。肯定成果のために。よっしゃカストーデス君、今回の質問は？いやまず広報官さんの名前について詳しく教えてください。何言うとんねんなカストーデス君、この前うちの名前ちゃんと言うたやんか。はい、ですからなぜ帝国の言葉でなく、機械庁の一部が使うような名前と発音なのか、そしてその知識がある人となると、なかなかの火星技術者とかになるので、もう生い立ちから全部話してください。質問コーナーやのに尋問みたいなっとるやんけ。視聴者さんも絶対気になってますので、この件からスッキリしないと質問にもいけません。そうかな。その過程で帝国の解説にもなりますし、まずはデププス広報官さんの話からしましょう。わかったけど、別に大したことちゃうからな。いえもう全部お願いします。かなり重要だと思うので。今日めっちゃブイブイ来るやん。鳥はうちの名前つけてくれたんは、自分も従者も全部機械と融合しとる人でな。すみません、もっと前からお願いできますか？わあった。ほんなら物心ついた時から話すがな。そんなに？しゃあないやろ、うち物心ついた時は地球追ってやな。あれ、地球にいたのですか？他惑星から来たんや。せやけど順調に来た父ちゃん母ちゃんぶっ倒れてたとこから始まる。そんな重いところから？聞いたんカストーデス君やろがい。申し訳ありません。で奴隷商人に拾われて、そのまま売られた先がそこやったわけな。流れるように重い話が。OTK やとまだマシやんか。カストーデスが何言うとんよ。まあそうですけど。でまあそこの機械と同化してるようなおっちゃんが、うちを奴隷として買ったんやが、どぎついほどに機械フェチでな、自分から従者まで全部機械化する性癖やってん。多分それ成績でなく、機械教団の教えだと思うんですが。ほう、と言いますと？機械教団の方々は、己の身を機械にすることを求めてるんです。なんでまたそんな。騒乱の時代、火星文明は崩壊寸前となり、生き残るため古代技術を守り抜いた者たちが、次第に技術そのものを神聖視するようになった、とされています。さらに人類を滅亡寸前まで追い込んだ人工知能の反乱などもあり、新たな技術や自立思考する機会を強く警戒するようになりました。そして現在の機械教団は、肯定成果を機械心の現世における権限、オムニシア、として崇拝しています。それって何年くらい前なん？肯定成果が歴史に踏み出す前ですからね、ざっと2万年前でしょうか。えげつないくらい前やないの。ですのでアデププス広報官さんを、買い取った方は機械教で、別に成績でないかと。ほう。美しい声だ。その正常な生態にボコーダーの歪みと微細な通信ノイズが混ざれば、どれほどかぐわしい音になることか。こんなん言うてたけど。すいません、それは成績です。せやろ？他よくそんなとこいて無事でしたね。いやそれがな。ダメだ、まだ骨格が完成していない。この肉体が成熟するまで待たねば、私の望む左右対称の手術ができん。とかなんか言うて成人するまで機械化はさせへんようにしてくれてな。いやまあ、そうですか。あと機械化させる言うてもだいぶ優しかってやな。人の形保ってる間に知識詰め込めて健全に勉強させてくれたわ。すごいですねそれ。機械教団って大事の時点で知識を詰め込むとかやばいことするって話なのに。我々は人であるからこそバンキシンを崇拝している。それを生まれた時から機械を願うなどバベルに等しい冒涜。成長という人の神秘を隔て育み機械と同化する。これがめっちゃ最高に興奮するではなく人と機械の調和なのだ。成績隠せてませんがよくわかりました。そんなわけでうちは機械教への祈り方とご奉仕の仕方を教わってな。マジですか？そんな驚くこと？そりゃ機械教団に教わった方々はどっぷり機械教にハマってしまい、宗派そのものまで変わってしまう。人は愛情を与えれば愛を覚え痛めれば暴力的になる。それこそ人の心を育む過程であり定規によって人を機械にしてはその後の機械化に何の意味がある。温かき心を機械に与え融合したのが好みじゃなくて神聖なのだ。変態ですが紳士だったんですね。まあ愛情はほんまもんやったで。姉ちゃんらみんな優しかったからな。絵面やばすぎませんこれ。いや 4TK こんなんばっかやんか。まあそうですが、人によっちゃホラーかと。というか機械界の成功者がとても多いですね。そうなん？はい、スペースマリンの遺伝子手術だってそうですが、人間を切ったつなげたなんてどうしても合併症など起こします。せやな、うちの義眼も定期的にメンテと清掃線と神経接続むずいわ。はい、ですからうまく機械化のインプラントをされてる方は、それだけで機械教団から敬意を持たれるほどと言われてます。知らんかった。こういった肉体の譲渡なんて機械教団ではたやすく行われてるので、成人するまで待って行おうとする姿勢だけでもかなりまともに見えるというか、私がそばに置きたいのは少女でも小さな機械でもなく少女の清らかさに機械の神聖さを兼ね備えかつ永遠にめでることので。わかりました、もう喋らないでください。でまあそこも宇宙海賊に攻め込まれてもうてんやわんやや。畳みかけるように襲われてません。暗黒銀河に休息はないっちゅうことやな。どうやって助かったんですか？家族がな、うちだけを必死で逃がしてくれたんや。機械教団の教えからすりゃ、知識が一番やさかい、うちなんか一番優先順位低いやん。やのに迷うことなく動いて、死ぬには幼すぎる、言うてな。ほんで、脱出ポットで一人でこの惑星まで飛んできたんや。アデププス広報官さんが、市民に優しい理由がよくわかりました。大げさや。
けどまあ、一番長いことおった家族やし、知識だけは大事にしよう思ってな。おかげで廃部でも長生きできたわ。すみません、重い話をさせてしまって。今更すぎんか。ちなみにその機械の知識、どれくらい詳しいのですか？言うて全然や、戦車作ったりはできんしな。ですがスクラップなどで食べれるかの判定できる機械作ってましたし。まあそんなお遊び程度やったらな。故障した機械などの部品から使えるものを選んだりもできるのですか？そら見たらわかるやろ。なんなら音でも調子悪いかわかるし。そういえば食料判別機って帝国にもともとありましたっけ？なかったからうちが作って配ったんやないの。はいはい、アデププス広報官さんの発明ですね。そうなるんかな？あとチョゴリスで言葉覚えられてましたがどれくらい時間がかかりましたか？あらかじめ駐屯地で本流し読みして予習したし、あとは会話してたら大体通じたわ。なるほどなるほど、1日かからなかったと。いやマゴス級では視聴者の方へ説明すると、マゴスは火星技術者の高い階級です。そして高位の火星技術者には、明晰なる思考の儀式、と呼ばれる極端な脳改造を行う者までいまして、これにより、巨大な記憶容量と情報処理能力に演算力を手にした、オムニシアの祝福を受けた奇跡の天才が作られます。一方で、右脳部分を切除するため感情やひらめきが著しく低下しますが問題ありません。何せ機械上からすれば感情すら脆弱で、発想は新しい技術を生み出す禁忌につながります。なので機械を目指す彼らにとっては全面的に肯定できる聖なる儀式であります。一方でアデププス広報官さんは、人間の脳であるためマゴスの人たちのような巨大記憶容量を持つことはできませんが、流しに出た言語を取得する程度の記憶力に加え、一見と音でなんとなくわかる直感力と、スクラップを設計図なしで別物にする発想力。この世界では絶対に生まれてはいけないタイプの科学力かもしれません。機械上と既存の知識の集大成であるマゴス級は、例えるなら1000冊の書物を記憶し、その全てを即座に検索できるもの。対してアデププス広報官さんは1001冊目の本を書いてしまい、機械上の禁忌である新しい技術を生み出してしまうかもしれないのです。帝国では機械に詳しいだけの人間は存在しない。機械技師を務めるマリーンですら火星技術者から学び、カルトメカニカスの競技に忠実になるほど。そう、こんなところに生身で機械に詳しい天才が転がってることそれ自体が奇跡なんです。どないしたんかストーデスくん。さっきからブツブツ言うて、へこんだん。あ、はい、ちょっと外の空気吸ってきます。マジかいな。意外と繊細なんやな。カストーデスなので。もしもしテラですか？あ、はい、例のカストーデスです。いえいえそんな、ご視聴ありがとうございます。その件なんですが、ブームスクライヤーにその番組を見てくれと言っててほしいんですが。時間もったいないし。うちだけでも次の質問行かせてもらいます。というわけで質問です。カストーデス君はアクイランシールドですか？早速うちだけやとわからん質問やないかい。アクイランシールドは、帝国重要人物を守るカストーデスですね。おかえり、てかよく聞こえてたな。カストーデスなので。重要人物って、カストーデスって別にただの護衛部隊ちゃうやんな。はい、グエリマンのインブミッツクルセイダーによって、定期的に寺の外へ行くカストーデスも増えましたが、本来は黄金の玉座の守護戦士、皇帝陛下のこのエ部隊こそがカストーデスです。です。対してアクイランシールドは皇帝陛下でなく、帝国の重要人物になる人を護衛するものです。ほんなら重要人物はみんなカストーデスをはべらかせてんの？さすがにそれはありません。護衛される重要人物にも特別な決まりがあります。方法と言いますと？寺にはブームスクライヤーと言われる預言者がおり、その人がふんわり預言します。ふんわりて？実際詳しい予言はできません。将来何らかの大きな貢献を帝国にするくらいです。ほんまふんわりしとるやんけ。そのため過去にはブームスクライヤーを乗っ取られて偽の派遣をされたりしたことも。ボロボロやんけアクイランシールド。それでもこの予言によっての貢献があったのは確かみたいです。ていうか待って、アクイランシールドって、部隊がもともと追って用意されてるんやなくて、急に言われるもんなん。それは。失礼、すぐに戻ります。もしもしお電話変わりました。カストーデスです。あ、はい、やっぱりですか。ですよね。明確な理由とかあります？押せる？いやそういうのいいんで、はい、どうもこれからもごひいきに、はい、天寿全うできるまで、はい、わかりました。頑張ります。おかえり、何やったん？アクイランシールドに任命され、永久就職が決まりました。急すぎるやろ、何があったんや。これがアクイランシールドなんです。ブームスクライヤーが予言したら即決です。にしても突然すぎんか？せめて理由話やんかい。番組を気に入っていただいたようで。個人の趣味思考でカストーデス動かすなや。暴君やろブームスクライヤー。それだけが原因ってことはないはずです。番組を見て予言を得たとかそんなんでしょう。何やねんそれ。実際ブームスクライヤーも明確な予言はしないですからね。遠くいつかこの番組が帝国への貢献があるとかでしょう。ざっくりしとんな。まあせやけどカストーデス君がずっと追ってくれるんやったら安心やわ。はい、自
分も信念を全うできそうです。よかったよかった。これからも頑張ろうな。ですがアデプス広報官さん。なんやなんや。使いに詳しすぎることはあまり人にバレないようにしてくださいね。ワープとる。技術者らに何言われるかわからんもんな。そういうわけでなく。どういうこと？アデプス広報官さんは自分の技術が大したことないと思ってる。それは育ちの問題だ。人間は教育と環境による育ち方を強制するのは何大抵でないし、成長界に気を使うくらいだと。機械冗談がなんぼのもんじゃ。人工知能は神と謁見して火星技術者バカにしとんやぞ。とかある環境的に無茶苦茶言ってマンオブアイアンを復活させかねない。徹底的に心の釘を刺してアデプス広報官さんの指示を太くする方法。カストーデス君今日黙りすぎちゃう？アクエランシールドかなんか知らんけど帝国に毒されてない？時間をかけては怪しまれる。かくなる上は。カストーデス君。何か隠しとるんやったらはっきり言いや。エッチだからです。機械技術を見せびらかすことは、大変エッチなことなんです。そんなわけないやろ。いいえ、機械を作るというのは神であるオムニシアの子を作るようなもの。子作りを人に見せていいと思ってるんですか？それは。お父上も成績も決しておかしくありません。だって機械いじりはエッチですから。そんな意図があったんか。そんなわけあるかい。だったら機械への祈祷とかどうしてますか？そりゃあ、オムニシア様、力抜いてくださいね。お加減どうですか？ゆっくり繋ぎますからね。もうダメですこれ。YouTube に流したら一発アウトです。そうかな？だったら自分に同じこと言ってみてください。カストーデス君力抜いてな。ゆっくり繋げて。あかん、なんかめっちゃいけないことしてる気してきた。そうでしょう。ちょっと待って、この前、戦勝基地で使いの音おかしいから見といてってミリタリムの兵に言うたりしてたんやけど。もうダメですそれ。ざっく開いてますくらいの恥です。やっぱりか、どないしたらええんや。男性のことは男性に、女性のことは女性に言うように、半分機械の技術者がこっそり直します。そうやったんか。ほとんど生身のアデプス広報官さんに指摘されてオムニシア様もさぞ恥ずかしかったでしょう。うちはなんてはしたないことを、そういえば防衛軍の人らも何言うてんのこいつみたいに見てたわ。やっちゃいましたね。なあこの前火星技術者に使い通してるとこみたいって言われたんやけど。ちゃんと断りましたか？一人やないと集中できんから。正解です。それ完全にそういう目的でしたから。そんなアホな、その人ほとんど機械で性別なんか一切のうなってたのに。エッチなことに人種性別関係ありません。知らんかった。うちは何も知らんかった。なあ、うちの作った機械人に渡すんはセーフかな？それは平気です。可愛い子ですね。抱っこさせてもらってもいいですか？くらい普通です。せやんな、普通やんな。ですが自分が作ったとか言っちゃダメですからね。すでに言うてもうたそれ。誰に？ハイブで小さい子に。すごい、こんなの初めて見た。すごいやろ、姉ちゃんが作ったんやで。お姉ちゃんが、って若干引いてたけど。ダメですねそれ完全に成績こじらせました。せいぜい暗黒機械冗談に落ちないように祈りましょう。うちはなんてことを。アデプス広報官さん。はい、汚れた聖女です。過ちを悔いては先に進めません。今後あなたの才能を恥じなく発揮すればいいんです。こんなら今度から人のおらんところでこっそり機械いじります。はい、それが一番です。夜中に一人で。誰にも見られんように。一殺して。オムニシア様と、二人っきりで。こうして、アデプス広報官さんの機械への献身は、清らかさに磨きがかかった。